SJ カム SJ30 という二眼アクションカメラですね。ホライズンロック機能ですね。これは水平を固定するということなんですけれども、夜間の専用のレンズがついているということで SJ6 ウルトラという型番の商品が手ブレ補正は45度まで補正しますよという記載があったんですよね。はい、皆様こんにちは。本日はですね、久々の歩行動画の方を撮っていきたいなと思うんですよね。今まではですね、結構晴れていても除雪作業に追われておりまして、そうしないとですね、自宅が雪で埋まってしまって大変なことになってしまいますので、そういう点もございまして、なかなかですね、こういうお散歩することもできなかったんですけれども、今回はですね、除雪の方も一段落つきまして、ようやくですね、こういうようなお出かけで、撮影の方ができるようになりましたので、撮りに来ました。こちら、今映っている方向、川が流れてるんですけれども、そちらの方はですね、雪を溜めておく場所になっているんですが、もうこちらの方もどうなんでしょうね、いっぱいになってしまって閉鎖しているのかもしれませんけれども、札幌市内はですね、いくつかそういったような市内の除排雪をした雪を溜めておく場所というのがあるんですが、確認してみたところですね、かなりの場所が閉鎖されておりまして、もう雪がいっぱいなんですね。まあ大変なんですけれども、今年は雪が多いですね。今日の夜からまた明日の朝までちょろちょろと雪が降るみたいなんですけれども、もういらないですね。もう日本各地でかなり降雪しておりますけれども、本州の方ですとか普段雪降らない場所とかでも降っていたりしますので大変ですよね。もう屋根の雪が地面とつながっちゃってますね。さあ、今回のお話なんですけれども、ですね、例によりましてアクションカメラのお話をしていこうかなと思うんですよね。本日は2月10日なんですけれども、今のところですね、まだ XTU からは新商品XTU MAX3 と XTU S6 Pro、 こちらの方まだ発売されてないですよね。いつになったら発売されるのかと、来年じゃない、今年の春ぐらいになるのかなという気がしなくもないですけれども、ひとまずですね、あまり期待をせずにですね、発売の方を待ちたいなというふうに思いますね。で、前回ですね、お話の方をしておりました SJ カム SJ30 という二眼アクションカメラですね。こちらの方はメーカーのホームページの方のストアでは販売の方されているようなんですけれども、海外の Amazon とかで取り扱いされているのかな。ただ日本の方では取り扱いの方をしているところも今のところ見かけませんし、SJ カムのですね、日本支社といいますかというのもあるんですけれども、ホームページが更新されていないのか、随分古いものが載っていたりするものですから、
ちょっとあまり当てにはならないような気がしなくもないんですけれども、ひとまずですね、前回のお話の中であまりちょっとお話しできなかった部分というのがホライズンロック機能ですね。これは水平を固定するということなんですけれども、水平維持機能ですから、かなり、中華アクションカメラの中では、先駆けという機能になるんじゃないでしょうかね。できればですねそういった機能を今後ですね、いろいろな各メーカー、メジャーメーカー以外のところで、赤楚さんですとか、そういうようなメーカーさんでも本体機能に内蔵された水平維持機能というのをですね、欲しいですけれどもね。いや普段ですね、こちらの今通っている道、サイクリングロードになるんですけれども、すっかり道がなくなって、どなたかが歩いた道しかありませんけれども、ちょっと住宅地の方に降りればよかったでしょうかね。なかなか歩くの大変ですさあ、そしてそのホライズンロック機能ですけれども、45度までですね、傾きの方が補正されて水平を維持すると。 SJ-CAM SJ30 のセンサーは 8K センサー搭載しているんですけれども、そういうこともありまして、45度までというのはですね、8K ではもしかすると難しいかもしれませんけれども、4K ですとか 5K、6K などでそういう機能が使えるかもしれないですね。かもというのはですね、その45度までというですね、ホライズンロック機能というのが何らかの設定で縛りがあるかもしれないんですよね。ですからそういう縛りがもしあるようであれば、例えば 6K30 フレームからは使えますよとか、5K30 フレームからは使えますよとかいう縛りが何かあるのかなと。それでも縛りがなくてですね、全機能全解像度で使えるのかなと。その辺は説明書きにも今のところサンプル動画購入された方のレビュー動画などにはないので、というかレビュー動画も今のところ見当たらないので、ひとまずですね、発売の方を待った方がいいのかなという気がしますし、なかなかですね今までになかったので楽しみな商品ではありますよね。あとは夜間の専用のレンズがついているということで、この辺もですねちょっと気になりますよね。 DJI もですね、インスタ360エースプロ2ですとか、あとはインスタ 360X5 ですとか、夜間用の撮影設定でピュアビデオというのがありますけれども、そういうですね夜間撮影で綺麗に明るく撮れるという設定の方がありますけれども、 SJ30 の方は大胆にですね、もう本当に専用のレンズ、夜間専用の仕様ということで、
レンズが新たに追加されていたりするんですけれども、どうなんでしょうね。見た感じ、スペック的にはですね、1.8 分の1型 CMOS センサーが搭載されていて、使用しているレンズも F1.8 という絞りですから、一般的なですね、安価な中華アクションカメラに比べると比較的良さそうな感じではあるんですよね。どうしようこれちょっとこの道に来たのは失敗したかもしれないですね。雪景色は綺麗なんですけど歩くのが大変です。安価な中華アクションカメラですと、夜間が明るく映ると言われているようなカメラであっても、センサーサイズの方が結構小さいんですよね。レンズの方は F1.8 使っている機種というのはちょこちょこ見かけますけれども、一般的な安価な中華アクションカメラであれば、絞りは F2.8、CMOS センサーは例えば 2.7 分の1前後のセンサーサイズ使われていることが多いと思うんですよね。かなりちっちゃいので、夜間撮影をするとノイズの方がかなり出てしまうと思うんですけれども、ちなみにですね、 SJ カム SJ30 の前のモデル SJ20 というですねカメラの方、こちらの方は結構前から出ている機種になりますので、サンプル動画などは YouTube の方にいろいろ皆様アップされているので確認することはできるんですけれども、確かに明るく撮れているっちゃ明るく撮れてはいるんですが、ノイズの方がそこそこ出てますよね。ただですね、明るく撮れているということなので、同じようなプログラムの仕様だといたしますと、レンズの方が明るくなっていること、センサーサイズが大きくなっていることが違いがありますので、そうすると画質でしたり、明るさですねの方にも何らかの違いが出てくるのではないかなと思うんですよね。どうなんでしょうね。実際にいろいろなレビュー動画の方を出されていらっしゃる方の動画を拝見したいんですけれども、まだ出たばかりということで全然ですね動画の方は見当たらないので、ちょっとやばい危な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 い、うわとりあえず降りてきましたけれども、支柱が曲がっちゃってますね。除雪の時にぶつけたんでしょうか。実際のところ画質に関してはですね、なんて言うんでしょう、インスタ360エースプロ2でしたり X5 の方がピュアビデオで撮りますとかなり綺麗にしっかりと撮れて、手ブレ補正の方も夜間なのにもかかわらずかなり優秀に機能していましたから、そういうのと比べた場合ですね、どうなるかなというところが見どころなのかなと。いろいろな試みでそういうカメラを出してきていると思いますので、ちょっと気になってはいるんですけどもね。ただお値段がですねちょっとお高い。そうなるとですね、だいたいやっぱり4万以上になりますと、他のメーカーの機種ですとか
といいますのも購入候補に上がってきますので、 SJ30 じゃなければダメだというですね、何らかの強い機能や性能の方が求められているとは思うんですけれども、そういう点では二眼レンズというところなんでしょうが、それがですね、どのようにうまく機能してくれているのかというところが気になりますね。なかなかですね、今時期新たにですね、中華アクションカメラの方が新商品として発売になると思っていなかったので、楽しみと言いますか、面白みはあるかなという気はするんですよね。で、二眼レンズ以外で一眼レンズで何か45度傾き補正をですねしてくれるカメラはないのかなということで、 SJ カムのメーカーのホームページで確認しましたところ、 SJ6 ウルトラという型番の商品が一応ストアのですね販売ページだったかな、商品紹介のページにもあったかな、手ブレ補正は45度まで補正しますよという記載があったんですよね。で、SJ6 ウルトラというのもどうやら新商品になるのかな。 SJ6 という型番の商品はですね、以前から販売はされていたんですけれども、同じ品番でですね SJ6 で何種類か出ているんですよね。確か SJ8 とかもプロというのがあったり、他の名前のものがあったり、同じ型番でですね何種類か、グレードというんでしょうかね、あるみたいなんですよね。で SJ6 の方もそういったようなですね SJ6 ウルトラという形で新商品になると思うんですけれども、商品が出ていたと。でその商品のホームページの方には45度まで手ブレ補正が機能するということが書かれておりましたので、ただ SJ30 のようにですねホライゾンロックというような記載はなかったんですよね。ホライゾンロックといいますのは水平維持機能になりますので、そういう点では今までのですね DJI とか GoPro とかインスタ360で水平を維持して傾きを補正すると、45度まで補正するというような内容というのは分かるんですけれども、 SJ6 ウルトラのホームページの方には水平をロックするとは書かれてないんですよね。45度まで傾きを補正するとは書かれてはいるんですけども、内容的には同じような意味だとは思うんですが、なぜホライゾンロック機能という文言をですね記載しなかったのかというところが気になるところではありますけれどもね。45度まで、傾きを補正して水平を維持するなら、同じ単語のですねホライゾンロックという言葉を使っていると思うんですけども、もしかしたら何か違うのかもしれないですけどね。そしてスペックの方をですね確認いたしますと、ちょっとセンサーサイズ小さいのと、レンズの F 値もですね絞りもですね、一般的な数値になっておりましたので、特に夜間専用のレンズというような形で夜間は明るく撮れるというわけではなく、一般的な
安価な中華アクションカメラぐらいのスペックでしたね。ただお値段がですね、日本円にいたしますと1万4000円前後だったかな。なんか結構お安かったような記憶があるんですよね。そのためですね、もし水平維持機能だったといたしまして、そのぐらいのお値段で購入できるのであれば、そちらの方がいいのかなというような気がしなくもないんですけれども、そして、多分新商品だと思いますので、SJ6 ウルトラで検索いたしますと、情報がほとんど出てこないんですよね。というのも、新発売であればまだ購入してですね、レビューの方動画とか投稿されていないと思いますので、そういう点ではやっぱり新商品になるのかなという気がいたしますしね。さあ、なんやかんやでですね、お話の方をしてきましたけれども、これからですね、SJ カムの方、SJ30 も楽しみな商品ではあるんですけども、お値段がちょっとお高いという点ではですね、SJ6 ウルトラの方が面白そうかなという気がしなくもないんですよね。それは水平維持ができればなんですけれども、どなたかがですね、レビュー動画の方で検証してくれるのではないかという他力本願で本日は動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。